待って、どうしたどうしたおいで。大丈夫。どうしたの殿、大丈夫？大丈夫？びっくりしたね。びっくりしちゃったね。殿、大丈夫？お日様気持ちいいね。お日様気持ちいいね。あそこ穴あるから気をつけて。穴ある。あそこにいるワンちゃんが抱っこする？いいよ。よいしょ。ワンちゃんにバイバイって。大丈夫だからね。びっくりしちゃったね。落ち着きないね。大丈夫？大丈夫。お願いします。体重からいきます。なんか変なもの食べたとかそういうのはないんですよ。そういうのもないですね。なんかアレルギーあったりとかそういうのは。いろいろ血液検査してもそういうのはなしって言われてますね。最後の血液検査いつですか？今年のこの5月にここでやってますけど。そうですね。それが最後。そうですね。それが。ちょっと電気していいですか？はい。今見る限りその瞳孔の左右二重とか、はい、目が見えてないとか、そういうところはなくて、その位置感覚とかそのあたりはひとまず大きな問題なさそうなので。
転換の原因って結構何でもいろいろありで、そうなんですね。さっきおっしゃった低血糖とか、うん、いわゆる代謝性疾患っていうものね、はい、腎臓肝臓もそうだしミネラル不足、栄養失調だったりとかっていうのはあるのかもしれないので、いずれ血液検査はしてあげたいな。そうですね。でそういうのするとそういう代謝性の問題とかひとまずある程度は除外できるので。であとはこれも本当にいろいろあって気系先天的な気系の問題とか、炎症性疾患脳炎とか、あとはこのお年なんですぐ第一には考えないけれども本当に一しがんだったりとかもあるし循環系の問題とか結構本当に鑑別すごいたくさんあるんですよ。でただ本当にもっと詳しく脳の構造まで見ますかとかになってくると麻酔かけて MRI 検査とかになってきはします一応。まずちょっと血液検査とレントゲン検査、ちょっとやらせてもらって、あとあれだったらお腹ギュルギュルもあるのでちょっと超音波もしましょうか。ここでできる検査をまずしてみて、もちろん異常があればそこに対してもうすぐ治療をしていく形にはなるし、そこが問題ないよってなるんだったらじゃあ MRI 検査してみましょうかっていう話がいいかなと思うので。わかりました。ちょっとそれでいいですか。はい、それでお願いします。ちょっとお預かりさせてもらって、検査してきますけど、大体3、40分ぐらいかかっちゃうかなと思います。わかりました。時間大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあちょっとお預かりさせていただいて裏でちょっとまず見てきちゃいます。で何か貧血でとか白血球の上昇、減少っていうわけでもない、血が止まらないっていうのもないし、栄養状態のところ肝臓、腎臓、コレステロール、血糖値でカルシウムが微妙に低いんですけど、これで何か痙攣につながるようなレベルのものでは全くないので、おそらく偶発的な問題かなとは思います。でリンとかアンモニア、神経筋肉のCPK とかですね、これも特に問題ない、ミネラルも問題ない。でこれちょっと発作的別件ですけど、お腹ギュルギュルのやつですね、膵臓のところとかではそれは問題ないし、血液が上がってくるまででの炎症性疾患ではなさそう。レントゲンも基本的には大きな問題はないです。痙攣起きた時に誤飲しちゃうケースがあったりするので、そういうのないかなってところなんですが、心臓、肺のところ、気管のところ、大きな問題っていうのは今のところはなさそうですね。で仰向けの胸のレントゲンも特に。で肝臓の大きさだったりとか、脾臓、腎臓、膀胱、あと他の消化管っていうのも特に大きな異常はない。ここも基本的には大きな今回の痙攣につながるような所見っていうのはないです。で超音波のところも特にですね、胃のところ、肝臓、若干胆泥って泥溜まってますけど、それなんですか。胆泥泥ですね。よくあります。今の時点では治療対象ではないので、数字が上がってるとか、何かすごい下しやすいとか、そういうわけじゃなければひとまず今はいいです。他のところは肝臓問題なくて、脾臓、腎臓、副腎、痙攣起きちゃうことはあります。で、さっき言ったような鑑別とかが上がってくるのと、何も原因ない場合っていうのがあるんですよね。特発性転換って言ったりするんですけど、遺伝とかで遺伝はまた別です。遺伝は遺伝でまた別で、特にいろいろ調べたけど原因がわからないっていうのがあったりします。ただこれも結局 MRI とか脳脊髄液の検査をした上で診断というかもう除外ですよね。全部除外した上で最終的に残っていくのはこれっていうふうにはなってきます。多分動画の感じだと転換だとは思うんですけど、一回起きてから48から72時間ぐらいはまた次の転換ってすごく起きやすいって言われてるので、なのでちょっとどうしていくかにはなりますね。基本的にはまず発作を抑えるお薬っていうのはちょっと一回始めても本当に低用量で始めていくっていうのはありかな。やっぱり何回も繰り返すことで脳の異常興奮なので今はまだいいんですけど、まだじゃあ軽度な方ではあるんですか。軽度な方、今のところそこまでではないし、割と回復自体は早いのでいいんですけど、薬に関しては始めるっていうのはありですね。MRI 取る取らないに関わらず。なので、少なくとも今院内で見える検査、ここの病院で見れる検査に関しては、ほぼ引っかかってないので、どこまでやるかですね。さっき言ったように MRI 検査とかまでやってみて、ちょっと全部除外してみるのかっていうのが一つ。ただネックとしては麻酔かけなきゃいけないのと、あとはご費用的なところがちょっとそこの施設によってまた変わる。多分15万弱前後ぐらいかかっちゃうので。
そこそこやっぱり費用がかかってしまう検査にはなるので、そこをやっていくか。今病院から帰ってきました。お薬を常用薬を1週間分とりあえずもらったので、これを毎日2回、ちょっとお薬が合う合わないがあるから一旦1週間分にしたんですけど、これで1回経過観察って感じで、今からご飯とお薬はもうあげちゃっていいみたいなので、こんな感じで隠しといく。よし、食べようか。食欲はめちゃくちゃあるね。よかったよかった。お腹空いてたんだね。美味しかった？美味しかったね。また転換起きてる。大丈夫大丈夫大丈夫。びっくりするね。大丈夫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 。はいはいはい。びっくりしたね。しんどいね。大丈夫だよ。落ち着いたね。落ち着いたね。やっぱだいたい2分ぐらいかな、今は。どうしても転換が出てるときは出やすいみたいだから、明日あたりまでは、この程度の転換ならしょうがないって言われたかな、お医者さんには。この転換のよりも長くなって3分4分とか5分超えるとかだったら一回連れて行った方がやっぱいいとは言われたけど、同じぐらいの長さで症状出てる時はまだ薬が体に馴染んでいる段階だからすぐに効くわけじゃないからっていうことだったので、触れ合いも収まったね。どうしたんだろうね、トモね。大丈夫だからね。ごめんね、ずっと一緒にいるからね。大丈夫大丈夫。もう一個ね、もらったお薬があって、ちょっとトナ君いい？もう一個このお薬をもらってるんだけど、ダイアップっていう種類の、これはすごい強力なお薬らしくて、転換の症状がひどすぎるとき、言ってしまえば3分以上、4分5分ぐらい続いちゃうときとか、失神しちゃってるときとか、そういうときはどうしても病院に連れて行くまでちょっと時間がかかっちゃったりもするから、そういうときにお尻から、座薬だね、お尻からこれを入れることで落ち着くみたい。1、2分ぐらいで収まる転換には使わなくていいとは言われて、お守り程度に持っといてくださいってやつでした。だからこれはまだちょっと使わなくて良さそうです。
したんだろうね、歌もね。はい。翌日の朝です。今この中に、この真ん中にある白いやつ、これがお薬だから、またこれをあげていきます。ちなみに、昨日はあれから発作は何も起こってないです。はい、どうぞ。薬のとこ残ってるな。真ん中食べない。食べたかな。あれから2日が経ちました。今日3日目かな。で、病院に行った当日の発作から1回ももう起きてなくて、発作が。だから薬が結構効いてるのかなっていう印象です。さっきも朝ごはんしっかり食べてお薬飲んで、でちょっとね、薬が副作用でちょっと眠くなるみたいなので、今ともこうやってちょっと眠そうなんだけどね。だな、お薬も飲んだね、ご飯も食べたね。こうやっていつもの殿だから全然遊ぶしね。昨日の夜もずっと一緒に遊んでたから。じゃあおいで。おいで。眠そう。持ってきた持ってきた。上投げる？はい。あ、うんちか。ちゃんとこうやってね、うんちもするから。本当に普段通り元気ではある。まあ一番はね、お薬が効かなかったらどうしようと思ってたけど、薬が効いてるから、先生が言うように一旦様子見でもいいのかなっていう。まあというのもね、MRI を先生も別にそんな緊急でしなくていいって言われて、その理由が MRI でもし仮に異常がありましたと分かったところで、対応自体は今やってる薬対応になるらしいから、薬が全然効いてなくて転換起きちゃうとか、発作が起きちゃうとかだったら、もうちょっとね、しっかり調べた方がいいみたいなんだけど、先生が見る感じ別に脳に異常があるわけでもないらしい。わかんないけどね。あと、その、稀でもなく割と普通にあるパターンが、
MRI とか全部調べても本当に何も理由がわからない、原因がわからないっていうこともあるみたい。薬が1週間分終わるまでは一旦様子見かな。ね。よかったね、一回落ち着いて。